前回の 50% 塩石鹸はシンプルなレシピで十分に泡立ちが良いのですが、泡が大きく消えやすい、石鹸の縁がボロボロと崩れやすいという欠点がありました。そこでレシピを改良し、ココアバターを 10% 入れることにしました。するとエッジは滑らかになり、きめの細かい泡立ちになりました。塩石鹸は石鹸内に水分が残っていると、その水分が泡立ちを邪魔します。型出し直後は pH が下がっていても泡立ちが悪いです。塩石鹸は1ヶ月から2ヶ月置いて水分を飛ばした方が泡立ちが良くなるということも言われています。ココアバター 10% 入れることでなぜ劇的に変わったのか。1、縁が滑らかになった理由。ココアバターはステアリン酸、パルミチン酸を豊富に含んでおり、石鹸を固くし、結晶を安定させる働きがあります。前回のレシピはココナッツオイル 70% で洗浄力は強いですが、ココナッツオイル石鹸特有の脆さがありました。ココアバターを入れることで石鹸を固くすることができました。2、泡立ちがきめ細やかになった理由。ココナッツオイルはラウリン酸、ミリスチン酸を含み、大小さまざまな気泡を素早く作りますが、泡の持続性はそれほど高くありません。ココアバターに含まれるステアリン酸は泡の粒を小さく均一にし、クリーミーな泡にします。また、ステアリン酸から作られる石鹸成分、ステアリン酸ナトリウムは泡の膜を強くする働きがあるので、泡がすぐには消えず、肌の上で長くとどまります。次に、この新レシピに添加物を足したらどうなるかを検証しました。1、さらにきめ細かい泡を作るため、砂糖を水の 3% 入れた。2、砂糖プラス縁を固くするために乳酸ナトリウムをオイルの 5% 入れた。結論を言うと、添加物を入れない石鹸と比べて、型出しやすさや泡立ちの違いはあまりありませんでした。ココアバターの威力に砂糖と乳酸ナトリウムの効果が隠れてしまったのだと思います。ベースのレシピが良ければ、添加物は必ずしも必要ないということです。改良されたこのレシピで、ぜひ作ってみてください。